まだフォレスター乗ってね走ってた頃に箱が一緒ならいいや、一番やべえタイプの考え方してるやつだよ。普通に注文したやつだと8キロぐらいだから、普通に注文したやつ、これ特注でほう、まあ行動最速とは言わないけど行動最強だよな、ライさん。爆走石崎チャンネル。はい、ということで、今回も愛車紹介やっていきたいと思います。で、今日僕はスバルが好きなんで青いシャツを着てみたんですけれども、我々スバウタの憎きライバルである、ランサーエボリューションを、紹介していきたいと思います。今回紹介する車両は僕の古い友達のランサーエボリューションなんですけどね、ゴリゴリのサーキット仕様で結構速いタイム出してるんでね、タイム出すチューニングの肝だったりだとか、ランエボってどういう車なのっていうね、タイムアタッカー的目線の話を聞けたらいいなと思っています。説明しよう。爆走石崎チャンネルとは、車が大好きな石崎が勝手に車を紹介し勝手にインプレッションするという勝手な車系 YouTube チャンネルなのだ。はい、じゃあ、登場していただきません。白手でくんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕と白手でくんは出会ってからかれこれもう10年ぐらい経つんですか。多分それぐらい。そうだよね。まだフォレスター乗ってね走ってた頃に出会って、銀座あたりでブレーキのパーツだから俺の GC についてたブレーキキャリパーをフォレスター用に渡して、いやーよくフォレスターで走ってるやついるななんて思ったもんですけれどもね、気がついたらエボ6に乗り換えて、ゴリゴリ走ってますと。今はサーキットオンリーで走ってるそうです。はい、ということで早速愛車紹介いきたいんですけれども、車の紹介をしてもらっていいですか。はい、三菱のランサーエボリューション6、はい、の富巻ネエディションの RS、競技車ベースですね。まあランエボ、特に CP 系なんて566.5、しかも購入した年代的にも CT 系も選べたわけじゃないですか。ですね。なんでこのエボ6の富巻を選んだかっていうのを教えてください。もともとフォレスターで走ってて、でそれがエンジンブローをきっかけに乗り換えってなった時に、GSR だと AYC のトラブルとかも心配だったんで、6の RS だったら金額的にも射程内だし、でそれで探してたんですけど、たまたま最初に出てきたのが富巻の6だった。富巻の RS だった。なるほど。じゃあもういい球が出てきたら5か6ならどれでもよかった感じ。そう、結局いじったら変わんないでしょ。なるほどね。結構細かいとこ違うけどね。細かいとこは変えてないけどもうそれも変えちゃうつもりか。変えちゃえば一緒だからいい。箱が一緒ならいいや。一番やべえタイプの考え方してるやつだよ。なるほど。で走るってのもあって RS がちょうどいいのがあったので買っちゃったと。はい、なるほどです。またなんでランエボっていうチョイスを。俺も単純に小学校とか小さい頃からの憧れで、大人になったら乗るぞ WRC の影響からもともとラリー好きだったので、思いのほか早く乗り換える機会があったので、その機会にランエボ。なるほど。じゃあエボに乗り換えて今何年ぐらい。今8年目。8年目。はあ、じゃあだいぶもう車検も4回ぐらい通してる。じゃあそんだけ乗ってこのエボ6、エボ 6.5 の、ちょっと好きなところと嫌いなところを教えてください。好きなところ、まず壊れにくいところ、あとは単純に見た目が気に入ってる、あとはかけた金額の割に早いこと。なるほど。コスパいいよね。コスパいいです。ランサーとインプレッサーもコスパいいかなって思うんですけどめっちゃ強調してますね。確かにね。本当でもランサーの競技車ベースとインプレッサーの競技車ベースっていうのは本当コスパいいよね。そうですね。で嫌いなところある。嫌いなところ、ちらほら修正部品
なくなってて、ああそう多分外装はもうほとんど出ない。出ないんだ。まあでもそこら辺はアフターパーツでアフターカバーしていくパー感じ。ツもあるし、中古もたくさんあるので、本当になくて困ってるっていうことはないんですけど、なるほどね。新品はもうだいぶっていう。この車って燃費系バカじゃない？燃料系。そうそう、ごめん。燃燃料料系めちゃくちゃバカだよね。めちゃくちゃなんかさ、満タンにするじゃん。10キロぐらい走るとここまで下がらない？逆に振り切ったまましばらく動かない。嘘。俺のと逆だ。俺6乗ってたじゃん。満タンにして10キロぐらい走ると1メモリまで下がるの。俺のはね。逆しばらく動かなくって一気に真ん中ら辺まで減ってでそこでまたしばらく動かなくなってマジでこれでもエボ5もそうなのかな。どうだろう。6でタンク変わってそうだよるらしくて、ね。でまたガス欠対策でしょ。そう、RS と GSR でもまたタンク違う違うんだ。みたいで、じゃあ RS 系の病気なのかもしれない。6の RS じゃないとそうならないのかも。なるほど。はい。という白テテ選手の、ランサーエボリューション6富巻記念エディションなんですけどね、結構いいタイムで筑波とか走ってるんだよね。今 S タイヤで真冬に1分0秒008。お、寸止めクラブじゃん。多分あと何十分うんこしときゃタイム出た説あるよね。多分それぐらいあとはポンダー投げるとか。そうだよね。シュッつってね。で日光がが S で37秒4、早いんだろうね。俺日光あんま走ってないでラジアルでも37秒94いくつか早いんでしょそれが。らしい。日光あんま走ってないから分かんないけど早いんだよね。で筑波線がラジアルで38秒350。これも分かりやすく速いよね。ということでね、結構ゴリゴリタイム出してる車なんで、細かいところを紹介してもらおうと思います。はい、ということでまずはフロントあたりから、紹介していきたいと思います。ではまず変わってるところをいろいろ教えてもらいたいんですが、じゃあまずボンネット。はい、これ高瀬スタウトの純正形状のカーボンボンネット。今はなきランサーってボンネットもともとがアルミで結構軽いと思うんだけど、実際どんくらい軽くなる？普通に注文したやつだと8キロぐらいだから。普通に注文したやつ、これ特注で FRP を1層減らしてもらってます。そんなことしてもらえるので何キロぐらい？今これが多分5キロか6キロぐらい。そんな軽くなってんの？純正が11キロ。純正11キロで多分これが5、6キロぐらいなんで、半分。なるほど。純正11キロ、普通に注文すると8キロのカーボンボンネットが来るんだけども、軽くしてあるから5キロのはずってことは本当半分ぐらいの重さになってるってこと。じゃあ変わるでしょ？いや全然わかんないですかっこいいね。なるほどね。確かにね、場所が場所だからね。でボンピンがついて押さえてあって、でこれバンパーも変わってるんだっけ？バンパーが札幌のクルーズっていうショップのオリジナルのオータンエアロバンパーというやつです。富巻の純正に似てるっちゃ似てる。雰囲気似てるね。FRP。はい。で、アンパネいきますか。このアンパネ。アンパネが自作のベニヤアンパネ。これはタイヤハウス前までドーンって出てる。もっと奥まで。もっと奥まで。オイルパンあたりは完全に覆ってます。本当だ。車を下から見るとこういう感じの。そんな感じ。矢印っぽい感じ。矢印とかイカっぽい感じ。これは効くでしょ。これはかなり効いてますね。結構タイム1秒近く変わってきちゃうんじゃない？そこまでは変わってない。そこまで変わらないか。でもコンマ5ぐらいは変わってくる。多分筑波の2000だと本当に1秒近く変わってるかも。そうだよね。で、カナードがこれがヤフオクの汎用です。これは効果ありますか？いやもう9割8個でしょ。そもそもね、カナードってのは本来このダウンフォースなんちかじゃなくて、タイヤハウスへの乱流を整流してあげることによって直線のスピードを伸ばしてあげましょうっていうものです。で、よくあるタイムアタック車両みたいにバカでかいのつけりゃそれは効き方が変わってくるんで、そのフロントを押さえつける効果あるんですけど、本来の仕事は、タイヤハウスへの、整流っていうものなので、皆さん間違えないようにしてください。であとはフェンダーが、フェンダー見えるかな。フェンダーがピーストというメーカーの純正ルックの 20mm ワイドフェンダー。これもなんかさ、元が出てるからさ、そうナフトとかついてないからよくわかんないんだけど、確かに出てるっちゃ言われりゃ出てるんだけど、ランサーってフロントもともとボーンって出てんじゃん。
から CPA 持ってでおまけにダクトとかない純正ルックだとああ余計分かりづらい。そうだよね。まだ後ろにダクト出てれば変わってるんだなーってあるけど、これちょっと言われないとわからない分からないかな。ランさん見慣れてる人じゃないと気づかない。そうだよね。これつけてあげるとタイヤサイズどのぐらいまで履けるようになるの？今入ってるのが 9.5J のプラス15に10ミリスペーサーでタイヤが2554017、これでまだもう2センチぐらいは出せそうな。おお、だいぶ引っ込んでます。だいぶワイドトレッドな感じで。マイナスオフセットいける。ああ、そうだよね、そうだよね。はい。でサイド周り紹介してもらいたいなと思いますが、まあ大まかに変わってるのっていうとミラーとミラー、まあこの辺りだよね。そう、はい。このミラーはどこのですか？ファーストゴールディングっていうメーカーのほうカーボンミラー。初めて聞いた。なんかカーボンボンネットとかのエアロパーツ作ってるところみたいです。使い勝手はどうですか？上下の視界がめっちゃ狭いんであー駐車するときに白線は全然見えないです。ただ、曲面のミラーなんで、左右の視界は純正並みにあるんで、特にそんなに不便はしないです。まあ割とルックス重視っていうか、そうですね、かっこよさこれ完全かっでホイールなんだけど、これが待ち履きなんだよね。待ち履き用待ち履きホイール。待ち履き用が、はいこれが ZSS というメーカーのはい DG5R とかいう名前で、某某運慶のホイールそんなにそっくりそっくりなんだけど、作ってるのもどうやらその運慶あ、そうなの？らしいかな。型は同じものを使ってる説があるっていう。多分はあ。でしかもちゃんと規格通ってるんだよね。規格通ってるから、普通に使う分にはとりあえず問題ないのかな。それしかもなんかハイグリップとか履かなければサーキット走っても大丈夫かもしれないよね。いや結構使っても大丈夫そうな気はしてます。そう、ちょっと試してよ。まあそのうちこれ結構格好は気に入ってるんで、ねえ、かっこいいよね。重さはどうなの？結構軽いであ、す。軽いんだ。ああ、じゃあありっちゃありだよね。確か9キロ切ってるはず。ああ、そう。 PF01 エボあも持ってるんですけど、それより軽いです。あ、軽いんだ。まあまあひょっとしたら結構いけてる子いるかも知れない。しれない意外と知られてなかったまあタイムアタックユーザーもしかしたらありかもしれないよっていうホイール。かもで、ブレーキが、もうトロトロに溶けたトロトロのブレンボがやばいねこれ。もうダメでしょう。これ純正？一回きれいめな中古に変えてまた今もうこの姿。 CP のキャリパ確か7だか8だかの中古キャリー、CT のキャリパーね。で、ローターが何ですかこれは？今はブランドを消えてしまいましたが、マウンテンというメーカーのスポーツブレーキローターとかいう名前だったかな。使い勝手はどうですか？泣きが強烈です。なるほど。ブレーキパッドは？ブレーキパッドがゾーンのはい。日光用が 04M という、はい多分スイフトとかでよく使ううんあんまり聞かない田中稔さんのところね。のそうです。はいはい。いやーでもまた戻るけど、どう？ランサーのブレーキはやっぱすぐ焼けちゃうの？連続ラップすると多分あーあっという間だとそうだね思います。まあスバルの金色のブレンボとかはさ、もう焦げ茶焦げ茶色になるんだけど、だでもランサーのブレンボとスバルのブレンボちょっと違うんだよね。違うらしいですねね。この下のこのバイパスのバルブがあるの、ランサーは。あ、バルブじゃない、パイプがあるの。パイプ。だからこっちの方がおそらく高性能です。はい、リア周り行きたいと思います。まず大きなウイングがついておりますけれども、これは昔僕の GC についてたウイングで間違いないですよね。間違いありません。お下がりです。石崎お下がりシリーズ。お下がり。もうこれも10年選手ね。ちょっとここのクリアがさすがにそうだよね白っぽくなってきてるとこ来ろはあるけどたぐらいだけど、全然そのいわゆるその劣化感はないよね。かなり綺麗ですね。そうだよね。これだってあれでしょ、青空駐車でしょ。一応カーポーあ、ト屋根ついてんだ。それもあるかもね。あるかも。うん、純正もさエボ6は結構ごつい羽がついてるけど、ついてるけど、さすがにこのサイズの GT ウィングだと全然違います。やっぱりそうだよね。これちなみに幅は？ 1430、はい、一応車検対応なんだよね。ギリギリ目いっぱいでなんだよね。トランクがカーボンになっこれてますけど、も高瀬スタウト製はい、のカーボントランク。これは軽くなるでしょう。これはさすがに純正が鉄なんで、そうだよね。かなり56キロもっと多分もっともっとか。半分以下にはなってる。そうだよね。そして前後の重量バランスが悪くなりますと。そう、悪化します。でもかっこいいから OK。まあね、まあね。で軽くなるから多分加速は上がってるからね。多分うん、はい。でマフラーなんですけど、これも結構オリジナルカスタムをしてあるっていう。そう、ベースが藤壺の RM01A、はい。でそれの、
リアの太鼓を内径の絞りのないものに交換、プラス中間の太鼓も切り落としてストレートのパイプでつないである。だから、センターからリアまでは、763でビューンと来てリアから90内径90のサイレンサーにボーンと広くなるっていう。これ変わる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 。やっぱここら辺の配圧の変化で変わってくる。変わります。そうやっぱ上寄りになる感じ。多少上寄りにはなります。そうだよね。763のままだとやっぱこのトルクの塊みたいな感じからもうちょっと上まで回るようなというか意外とそのサイレンサーの中が結構絞ってあって、そうやっぱり車検対応マフラーなんで一番細いところで内径が60ぐらいまで。そっか規制後のやつだからか。これやっぱバンテージ巻いてあるのは排気温度を下げないため。あとは周辺の熱害。これ巻いて変わる？全然わからない。そっかわからないわからない結構全然わからないシリーズ多いよなるほどです。気持ちの問題。はい。ブレーキランプ変わってます。これがソナーという台湾かどこかのメーカーのユーロテールユーロテールねのインナーブラックのユーロテールな俺苦手なんだよないやまあね好みだからね、いいんだけどさ、俺なんかねちょっとランサーとインプレッサーはノーマルのブレーキランプっていうかテールランプでいてほしいの。これは俺の好みそのインナーブラックにしたかったんですよ。なるほどね。カーボントランクと一つ好きになって、したら結果ユーロテールになったと。そう今これ絶版でそうなんだ。なんか新品価格より高いの？なんかレア物らしい。ガナドールのミラーみたいな感じになってるのね。ここは完全好みですからね私は何も言えません白手手選手、この子は誰ですか？ガールズ&パンツァーの隊長西住美穂でございますちょっとごめん、俺ガルパン詳しくないから説明して説明じゃあなんで、この子推しなの？じゃあ全然全然もらったから乗ってる。もらったからつけてるだけ。そっかそういうことだそうです。でこのあれだよね、ベイベーステッカーってランエボの速い人のでしょ。そう青いランサーだよね。そうベイベー軍団ってやつ。軍団なんだ。軍団らしい。もしよかったら今度撮影させてくださいはい、じゃあエンジンルーム、開けてもらいました。結構いじってるように見えます。パッと見てね、タワーバーとかエアクリが変わってんのは分かるけど、エンジンもちょっとやってあるんだよね。一回オーバーホールをしてます、自分でオーバーホールして、であと変わってるとこ全部教えてください。見た目で分かるところからだと、レールのスチールのタワーバー、これね、これね。あとはパイピング類は、HPI のインタークーラーキット、高い方。安い方と高い方は何が違うの？コア自体が違うらしいです。なるほどね。であとは、ラリーアートのストレートサクションキット、これね。これ車買った時にもうついてました。これ多分つけてる人いっぱいいるよね。いっぱいいる。でエアクリーナーがグループ M っていうところのスーパークリーナーのカーボンダクト仕様、フィルターが K&N のやつですね。これやっぱ一応断熱としてですね。でエアクリのとこにはダクト引いて、そうバンパーからダクト引いてきてフレッシュエアを吸い込みますと。タイベルカバーがクリアになってるんだ。これヤフオクで売ってるザックリーとかいうメーカーでエンジンの仕様はちょっと変わってるんだよね。エボ7のエンジンを中古のやつベースで、ピストンとコンロッドがエボ級、であとはコンロッドボルトとかヘッドボルトが ARP の強化ボルト。なるほど。じゃあもうほぼ CT のエンジンほとんどそうだよね。であとは透明のコンカムの FR っていう激しい方で駅マニがエボ級だっけ？エボ級の純正 CP のとはちょっと違う。全体的にちょっとスリムになってて、1キロちょっと軽いらしい。軽いんだね。あとは合流のところがちょっと形状良くなってて、ブーストがより下から立ち上がるようにはなってます。なるほど。で、タービンがエボ9のインコネルのタービン、トータルで何馬力ですか？冬にダイナパックで係数なしで377馬力。ダイナパックで係数なしで370、ローラーかけたら400超えるよね。1.15 かけるとだいたい430ぐらいなるほどね。だからいわゆる車種代にかけるともう430馬力ぐらいの数字が出てくるよってやつね。であとなんか電気系もちょいちょいパワーアップさせてあったりとか。コイルがボディファクトリー村山1校にあるショップなんですけど、そこオリジナルのダイレクトイグニッションキット。変わる。全然違います。もうトルクっていうか下の突きが、下のトルク、あとは前回からじわっと戻した時とか、あとはじわっと踏み出した時の突
きとかうんレスポンスがいいです。はいはい。でもこれ今まあエンジンいじってるっちゃいじってるけど、ドノーマルでも、まあ、300真ん中ぐらいまでは多分出ちゃうよね同じ分につけるとそうだよね同じような馬力が出るはず。今ブーストがオーバーシュートで 1.9 1.9 いってで 1.75 で安定、でも結構高いところで安定させてるんだ。高めなんで、まあその分の耐久性を持たせる意味で、はい、まあそのヘッドボルトとかメタルガスケットとかあれですか、もうランエボ界のタイムアタックマシンはもうそのぐらいが当たり前ですか？もう2キロぐらいかけちゃうのが普通なんじゃないですか。参りましたいやー、自分でやっちゃうのはすごいですよね。はい、勝手に座っております。車内も結構まあハードだね。ハードだよこれは。まずハンドルがグラフィックスとナルディ。これはまあなんでナルディナルディ何ラリー的な流れでなんとなくなんとなくナルディね。高級品なるほどね。使ってみたかったはいはいはい。クラッチも変わってんだよね。エクセディのコンペ R、メタルのツイン。メタルのツインでエクセディの中で一番軽いやつ加速力アップだ。とかシフト時間短縮とか、はいはい。でシフトまあ3連メーターがついてて、ブースト系があっちがブースト系で、あ、これ年圧か。年圧はあ。で、コンピューターはパワー FC で制御してますと。こっちもなんか変わってる。それがなんかついてるけど。レールのクイックシフト、ああ、そうなんだ。あ、本当だ。クイックだ。それもなんかレアものらしくて、うんすごい値段で今中古売ってますね。そうなんだ。へえ。まあ安全のために消火器がありまして、これはいつ燃えてもいいように。いつ燃えてももうこれで燃えても安心これはあれでしょ、普通の消火器だとこう車体にかけると車体がダメになっちゃったり車がダメになっちゃうわけだけど、聞いて、かけても大丈夫な。大丈夫な、はい。であとはロールケージが入ってますが、これはどちらのですか？斉藤ロールケージ製です。ああ。で今パッて見たらダッシュ貫通は分かったんだけど B ピラー止まってんのね。止まってる。変わったよれなくなる。寄れないっていう結果なんでしょうけど、まっすぐ止まれる。ああ、ブレークのなるほどね。時に振られなくなった。はい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 。でもまあこれでちょっと重量は重たくなっちゃうわけでしょ。多分30キロぐらいは重くなってるはずなんですけど、多分足し引きでタイムは変わってない。なるほどね。ちょっと良くなってるかも。はいはい。まあ乗員保護にもなるしね。まあそっちメインですね。で、シートがスパルコでございますけれど、はい。なんでスパルコですか？デブでも座れる。はい。で、ここに可愛いこだわりパーツが。それがメガネ置き、ヘルメットをはいはい。付け外しするときに、うんそこにメガネさして。メガネ置いて、あ、ちょっといいじゃん置いて。まあ、こういうこと？そう。大体こういうことね。そうこのメガネすごい軽いのね。これもう軽量化この車本気仕様すぎてエアコンがないんですけれども、イグニッションオンするとここにある扇風機が回るようになってます。そんな涼しいかって言われたら微妙なところです。やっぱりエアコンがあった方がいいと思います。でもエアコン外すと結構軽量化になるんでね、やっぱ本気組の人は外しちゃうんですよね。僕もインプレッサ乗ってた頃はエアコン外してました最悪でした。超暑かったです。とりあえずあれだね、これブレーキの鳴きがすごいね。半端ないでしょ。しかもやっぱ車内はこもるじゃん、音が。うるせえ。でエンジンのカムが270 270のいくつ？ 10. 点何ミリ？10？本カムの一番上のやつだ。そう、ポンカムのタイプ R っていう方なのにやっぱトルク不足感はないのはさすが463だよね。ああ、トルクすげえ。トルクがすげえこのゴロゴロいってる音は何の音ですか？このシャーっていう、これはリアデフマウントがアルミのリジッドなんで、なるほどね。ベアリングとかギアのノイズが全部入ってきますラリーカーなんかこれ音声入ってるかどうか不安になるようるさすぎて。これでも結構街乗り楽だね。足がそんなにゴツゴツしてない。そうだから、これで涼しかったら結構普通に乗れるなって。そうだよね。でこれ足の仕様はどんな感じ？愛知にあるラックっていうショップの
エルシュポルトっていうブランドのダンパーでああ、ビルシュタインだ。のワンオフというかオーダーメイドダンパーあで、バネがフロント16キロでリア14キロあ、はいはいはい。まあいわゆるサーキット仕様のランサーでありがちなよくあるパネレート。やっぱクラッチっていうかこうフラホが軽くなってるからシフトのつながりはかなりクロスしてるような雰囲気になるよね。そう、逆に街乗りでゆったりシフトできない、結構チャキチャキ入れないと間に合わないんで、普段乗りだと鬱陶しいかな。なるほどね。ワイホイール軽くなるだけでタイムアップにつながるもんね。実際どうなんだろうな。よくつながらないとは言われるけど、俺加速良くなるしシフトチェンジが速くなるからギアへの負担も少ないし、結果速くなるんじゃないかなと思うんだけど。多分なると思うし、あとはシフトにかかる時間がもう全然違う。そうだよね。シフトチェンジって結構みんな気にしないかもしれないけど大きなタイムロスだったりするんですよね。だからデュアルクラッチなんかが速い理由はそこだったりします。だってこの頃のランサーなんてさ、グループ A 企画で WRC マシンを食っちゃってたわけじゃん。そうそう。だからすげえ簡単に言うとチューニングカーが GT3 マシンをやっつけてた時代じゃん。すごいよな。トミー・マキネン氏が言ってたもんね。ランサーで危ないなと思ったら全開で切り抜けろ。なんてないのね。そう。インプレッサー勝てねえよ。すげえ。だって高速1500回転で走るんだよ。まあ、とにかくトルクがすごくて、これはもうよく大排気量エンジンみたいな例えはされるけど、それともやっぱまた違う、やっぱ 4G63 独特の加速っていうのかな。で、伊達に乗用車からトラックまで使われてるエンジンじゃないよね。フォークリフトもあるらしいし。あ、そうだよ。すごいね。クラッチミートさせるだけで車グイグイ前進むもん。本当に街乗りほぼ5速でしょ。そう、まあ、ある程度加速しきっちゃったらもう、135みたいな感じでしょ。だから結構燃費いいですよ。ああ、どんくらい？普段乗りで10いくかいかないかぐらい。街乗りで？街乗りで。マジで？で高速道路も14、15ぐらいは。ああ、そんな行くの。まあ、車体の軽さと回さなくても前に進むエンジン。そう、踏まなくてもスルスル走っていくんで、もうエコカーといってもそうだね。差し支えはないぐらい。軽いって偉いよね。本当に。つくばの車検場で測ってロールケージがない頃に1235。ああ、それでもそんくらいあるんだ。なんか1100キロ台とかあるのかなと思ったけど、間違いなく1200真ん中。そう、ロールケージで増えた分で1250とか60とか。だってこの仕様でもさ、いわゆるカムが入ってマグラ太くなってるってことは、低速が抜ける方向のセッティングになってるわけじゃん。そうだからこれをもしよ純正のカムとかさ、60のマフラーとかで低速トルクモリモリ仕様にしたらすげえんだろうね。もっとすごい。要するにそれってラリーカーのグループ N だよねっていう。そうだよね。まあなんてまあこのリジットマウント独特のバイブレーションが止まってる時はしびれるっていう。デフがリジットで、エンジンはクスコのマウント。じゃあ強化ブッシュ。一応強化ゴムだけどラリーアートとかのよりはずっと硬い。ああ、そうなんだ。そうか、じゃあこれよりもっとひどくすることができるっていうこと。まだもっとひどくすることは上には上がまだ。先代のマウントがラリーアートの強化マウントにマウント強化剤でウレタン流し込んだやつで、それ入れたら振動ひどすぎていろいろ壊れたんですよね。何が壊れたの？ヘッドライトの中のシェードが取れた。ああ、振動であれが折れて取れた。折れるんだあれって。あ、初めて見た。まあ行動最速とは言わないけど行動最強だよな、ランサー。ただね、俺一つだけランサー嫌いなところがあるんだよ。排気音が汚い。ブまあそこは人町駅まりの直4はみんなしゃあないですね。いやでもね、これ乗り心地いいよ。すごい乗り心地いい。はい、ということで今回は、僕のお友達のエボロクのトミマキネエディション紹介させてもらいました。今後はこの車はどういう方向になっていくんですか？タイヤサイズはこれ以上増やす気はなくて、はい、どっちかっていうとパワー要は2554017縛りで、はい、エンジンを 2.2 リッター、そ
そのうち作りたいな。これだんだんやべえ車になってくるにしかならないんだけど、目指すは500馬力弱みたいな。こうやって走る車でしょそれ。どこでもいつでもグリップしてないみたいな。マジで、まあ、楽しそうだけどねこのぐ。らいなんか危ない感じの方が楽しそうかな。だってこうやって走るの好きでしょ。そう滑ってんの大好き。ほんとね、この人しょっちゅう横向きながら走ってるからねはいということで、まあ、エボロック紹介してもらいました、ちょっと乗らせてもらった感想としては、まあ、めちゃめちゃ速いんで、パワーなんつうのターボラグ的なものはない。下から上までバーンって加速していく。絶対にインプレッサーじゃ勝てないというかね、もう筑波のタイムアタックの歴史がこの車の速さっていうのを証明してるとは思います。でしかも頑丈なんですよね、エンジンも鉄ブロック、棚落ちしてもパワーが落ちないっていう伝説もあったりしますしね。ちなみに、04なんかやるときはエボ3までの3軸のミッションの方が耐久性があるみたいですよ。はい、そうですね、ランエボやっぱいい車です。悔しいけれどいい車です。まあね、この車も機会があったらサーキットとかで乗らせてもらえたらいいなと思ってますので、まあ、その時は動画で、お伝えしていきたいと思います。次はどんな車が出てくるんですかね、まだ決まっておりません。じゃあね。次回爆走石崎チャンネル。またもや四駆の車になっちゃいました。あらこれ重傷だクラッチ軽い。こんな軽かったっけ GC。